放浪の天才画家として知られる山下清ですが、本当に自由を愛した人生だったのでしょうか。その笑顔の裏には深い孤独があったのかもしれません。私も幼少期のドラマの影響で大好きな人物の一人です。それでは前半を聞いていきましょう。山下清は日本中を放浪した天才画家として知られている。だが本人は有名になりたいわけではなかったという。むしろ人混みや騒がしさを避けながら生きていた。幼い頃の清は言葉をうまく話すことができなかった。周囲との違和感を抱えながら静かに育っていく。当時は今ほど障害への理解もなく、家族も苦しみ続けていた。母は清を守ろうとし、必死に働きながら暮らしていたという。だが生活には余裕がなく、周囲の視線も厳しかった。清は学校にも馴染めず、一人で過ごす時間が増えていく。そんな中で彼は絵を描く時だけ落ち着いていたとされる。紙を前にすると不思議なほど集中していった。やがて清は八幡学園という施設へ入ることになる。ここで彼の人生は大きく変わり始めていった。学園では貼り絵を学び、独特な才能を伸ばしていく。色紙を細かくちぎりながら風景を作り上げていった。一枚を完成させるまで驚くほど集中したとも言われる。周囲の職員たちもその異常な集中力に驚いていた。一度見た景色を細部まで覚えていたという。電柱の位置や人の流れまで頭に残っていた。そして後から一気に作品へ落とし込んでいく。その記憶力は写真機のようだとも言われた。しかし本人は自分を特別な人間だとは思っていなかった。むしろ生きづらさを抱えながら日々を過ごしていたという。時には感情を抑えきれず不安定になることもあった。そのため周囲は常に彼を見守っていたとされる。だが絵を描いている時だけは不思議なほど穏やかだった。学園の中で清は少しずつ認められていく。やがて作品展も開かれ、世間から注目され始めた。当時の日本は戦争へ向かう重い空気に包まれていた。人々の生活にも余裕はなく、社会全体が張り詰めていた。そんな時代の中で清の作品は静かな温かさを持っていた。派手ではない。だが見る人の心にゆっくり残っていく。彼の貼り絵にはどこか懐かしい空気が漂っていた。日本の原風景そのものだと語られることも多かった。やがて清は学園を突然飛び出してしまう。そこから放浪生活が始まっていった。荷物をほとんど持たず日本各地を歩いていく。その姿が新聞に載り、放浪の天才画家として有名になった。清は旅先で多くの人に助けられながら旅を続けていく。農家に泊めてもらうこともあれば、食事を分けてもらうこともあった。そしてお礼としてその場で絵を描くこともあったという。旅先の人々は清の素朴な人柄にも惹かれていった。子供のように笑いながら無邪気に話していたともされる。だが本人は有名人という感覚をほとんど持っていなかった。むしろ自由に歩けなくなることを苦しく感じていたという。山下清には有名な言葉も残されている。兵隊の位よりリンゴの方が大事なんだな。戦争中に語ったとされる言葉で清らしい感覚が現れていた。権威や肩書きより人が生きる実感を見ていたとも言われる。また旅先では一升瓶を抱えながら豪快に笑っていたという。周囲を驚かせるほど酒を飲み、夜通し語ることもあった。だが騒いだ後には
一人で静かに座り込むことも多かった。その背中を見て不思議な寂しさを感じた人もいたという。清は各地を旅しながら多くの景色を見続けていく。夜の駅で眠ることもあれば、道端で朝を迎えることもあった。それでも彼は不思議と旅をやめようとはしなかった。誰かに縛られることを恐れていたのかもしれない。一方で人の優しさに救われる場面も数多くあった。名前も知らない人々が食事や寝床を与えていたという。その出会いの中で清は静かに絵を描き続けていった。旅先の風景は後の作品にも強く影響していく。花火、夜景、祭りの明かりなども作品に多く残されている。中でも針絵による花火の作品は高く評価されていった。細かな色紙を重ねながら夜空の光を表現していた。その緻密さには専門家たちも驚いたと言われる。一枚を完成させるまで気が遠くなるほど時間を使った。だが本人は名声そのものには興味を示さなかった。むしろ静かな場所で自由に過ごしたかった。放浪生活が続く中で山下清の名は全国へ広がっていった。新聞や雑誌でも取り上げられ、多くの人が彼を知っていく。だが有名になるほど自由は少しずつ失われていった。行く先々で声をかけられ、静かに歩けなくなっていく。それでも清は旅を続けながら景色を胸に刻んでいた。まるで止まってしまうことを恐れているようでもあった。山下清は自由な旅人というより、居場所を探し続けた孤独な人物にも思えてきます。豪快に笑いながらも、なぜ旅をやめなかったのでしょうか。この後、人生はさらに大きく変わっていきます。有名になった山下清は少しずつ表舞台へ引き戻されていく。放浪の時間は減り、作品を求める声が一気に増えていった。それは画家としての成功であり、同時に自由の終わりでもあった。周囲は清の才能を守ろうとしながら制作の場を整えていく。しかし清にとっては決められた場所にいること自体が重かった。旅で見た風景は彼の中にまだ鮮明に残っていた。清はその記憶を頼りに東京で貼り絵やペン画へ向き合っていく。現地で細かく描くよりも頭に残った景色を後から形にしていた。中でも花火の作品は山下清を語る上で欠かせない。夜空に広がる光を細かな紙の重なりで表していった。普通なら絵の具で描くような輝きを彼は紙で作ろうとした。その作業は気が遠くなるほど細かく、豪快さとは正反対だった。だが完成した作品には見る人を黙らせる力があった。花火は大きく咲いているのにどこか静かに見える。まるで楽しい景色の中に孤独だけが残っているようだった。やがて彼の作品は全国でさらに知られるようになっていく。展覧会には多くの人が訪れ、放浪画家の名前は広がっていった。しかし清本人は相変わらず飾らない人だったという。偉そうに振る舞うこともなく、難しい理屈を語ることも少なかった。ただ見たものを覚え、心に残った景色を作品にしていく。その姿勢は最後まで大きく変わらなかった。後に清は日本を離れて海外を巡る機会も得る。ヨーロッパの街並みや風景にも触れ、新しい景色を見ていった。だが異国の風景を前にしても彼の見方は大きくぶれなかった。有名な建物よりも人の暮らしや街の空気に目を向けていた。そこにも清らしい素朴で鋭い感覚があった。帰国後も制作は続き、
作品には旅の記憶が積み重なっていく。ただ年齢を重ねるにつれて体への負担も見え始めていた。清は決して丈夫な体で突き進んだ人ではなかった。心にも体にも波を抱えながら作品と向き合っていた。それでも筆や紙を前にすると静かに集中していったという。周囲から見れば不思議なほど純粋な制作の時間だった。山下清の豪快な逸話としては酒にまつわる話も語られる。人前で陽気に振る舞い周囲を笑わせることもあった。しかしその明るさは単なる陽気さだけではなかったのかもしれない。人といる時は笑い、一人になると静かに沈む。その揺れの中に山下清という人間の難しさが見えてくる。彼は自由を求めた人でありながら人の優しさにも支えられていた。完全に一人では生きられず完全に囲われることも苦しかった。その矛盾が彼の人生をずっと揺らしていたように見える。晩年の清はかつてのように遠くへ歩き続ける存在ではなくなっていく。それでも作品の中には放浪の日々が残り続けていた。駅、街、花火、祭り、人の気配。彼が見たものは静かな記憶として針絵の中に生きている。山下清は1971年49歳でこの世を去った。その人生は長くはなかったが残された印象はあまりにも強い。放浪の天才画家という言葉だけでは彼を語りきれない。そこには生きづらさを抱えた人間の切実な歩みがあった。そして作品にはその人間らしさが静かに残されている。綺麗な景色を描いたから人の心に残ったわけではない。清が見た景色にはどこか帰る場所を探すような寂しさがあった。だからこそ見る人は懐かしさを感じるのかもしれない。彼は世の中に合わせるのが得意な人ではなかった。だが世の中が見落とす小さな景色を覚えていた。その力が山下清という画家を特別な存在にしていった。名声を追ったのではなくただ見たものを忘れなかった。自由を求めたのではなく苦しさから離れたかったのかもしれない。そう考えると放浪という言葉の響きも少し変わってくる。それは夢のような旅ではなく生きるための距離だった。人との距離、社会との距離、自分自身との距離、その全部を測りながら清は歩いていたようにも見える。山下清の作品が今も残るのは技術だけが理由ではない。そこに不器用に生きた人の温度があるからだと思える。針絵の細かな紙片はただの色ではない。記憶のかけらであり彼が生きた時間のかけらでもあった。放浪の画家と呼ばれた山下清。その言葉の奥には自由と孤独が重なっている。そして彼の人生は簡単な結論を拒んでいるようにも見える。幸せだったのか不幸だったのか、その答えを一つに決めることは多分できない。ただ彼は見た景色を忘れずに残した。それだけは静かな事実として残っている。山下清の人生は自由な旅だけではありませんでした。そこには居場所を探すような切実さがありました。だからこそ作品には今も静かな温度が残っています。私も幼少期にテレビで山下清のドラマをよく見ていました。芦屋雁之助さんが主演で親が似てるんだよと言っており、私は恥ずかしながら芦屋雁之助さんが本人だと思って見ていました。笑い。私の地元にも個展があった際に有料でしたが見に行きました。有名な花火の貼り絵もあり、あの山下清の本物の作品だと感動したのを覚えています。
今夜はその余韻のまま少しだけ目を閉じておやすみなさい。それではまた次回の主役でお会いしましょう。